こんにちは、オーストリアからピアニストのエリオンです。今日はですね、ちょっとホットな話題でお話を進めてみたいと思います。5年に一度のショパン国際ピアノコンクール、ただいま絶賛開催中ですね。この動画を公開するのは2025年10月の16日か17日、木曜日か金曜日の予定ですので、ちょうど3次予選の演奏の終盤か、もしくは結果発表の後の本戦までの間の日というタイミングになるかなと思います。金曜17日、17日はショパンの命日ですね。命日を挟んで翌18日からファイナルステージがスタートというスケジュールになっています。このコンクール YouTube でライブ配信がされていて、演奏がほぼほぼリアルタイムで聴けるということもあり、日本でもね大変注目されているコンクールかと思います。このコンクールの開幕前に私が書いたブログ記事があるんですが、リンク下にありますのでね、そのアクセスのされ方、多さを確認するだけでも日本からの注目度というのが伺えます。この YouTube をはじめ X や Instagram などの SNS 各所、それからメディア、雑誌やネットなどでも大変多くの動画、記事、投稿、こんなのを目にいたします。私が物心ついた頃には常に一定の盛り上がりがあったように感じるこのショパンコンクールですが、今回はまたさらに注目され話題になっているのかなといった雰囲気を感じます。今日はそんなショパン国際ピアノコンクールについて少しですがいろいろ断片的に私ができる範囲でお話をしてみましょう。さて、このショパン国際ピアノコンクール、クラシック音楽の本場ヨーロッパ、オーストリア、ここですねでの注目度はいかがでしょう。皆さんどうだと思いますか？実はですね、ほとんど盛り上がっていません。理由としては、まず第一にこのコンクールの出場者さん、コンテスタントね、この 60% がアジア国籍だという事実があると思います。コンクールの公式サイトに出場者の皆さんのお顔写真がずらーっとあるんですが、ざっと拝見しただけでもアジアの方多いなという印象。ここにさらにアジア系の方まで含めると割合はもっと増えるのではないかなと思いました。ちなみにここオーストリアからの出場者はなんと0人で、お隣ドイツではお一人でした。開催国ポーランドからは13名のようですね。この背景や別の理由については様々な事情とか流れが見られまして、長くなるので今日この動画では触れません。続きに興味がある方は概要欄から私のブログ記事をご覧いただければと思います。さて、ショパンという作曲家で見ると、オーストリアでは日本のように演奏される機会は少ないのではと感じています。私は今のところ今年月1回程度の頻度でクラシック音楽のコンサートに出かけていますが、今日まで12回のコンサートに行った中でプログラムにショパンの楽曲があった演奏会はなんとゼロでした。これね、別に事前にそういうコンサートを選んだわけでもなく、たまたまそうでした。日本ではオールショパンプログラムなんていうのもよく見かけますし、私もかつて日本で演奏会をする時には1曲はショパンを入れるようなプログラムを組むこともよくあったように記憶していますが、そのようなものも今のところ私はここオーストリアで見たことがありません。プログラム本編ではなかったですが、5月にグレゴリー・ソコロフさんがリサイタルのアンコールでマズルカを数曲弾いてくださいました。そういう意味でもオーストリアといえばやはりモーツァルト、ベートーベン、それからシューベルト、ハイドンや、あとは彼らに後に大きな影響を与えたドイツのバッハなど、この辺りの作曲家の作品がピアノではよく演奏される傾向にあります。オーストリアの話をしましたので、次は開催国ポーランドにまつわるトピックについて少し触れてみましょう。ショパンの生まれ故郷ポーランドでは、このショパンコンクールがね、国を挙げたお祭りのように盛り上がり、街中がショパン一色
になるそうです。そんな中、コンクールが始まって1時、2時とラウンドが終わり、3時、そしてファイナルへとだんだん注目も高まるこのタイミングで興味深いインタビューを発見しましたので、今日はそれをご紹介したいと思います。ポーランドのラジオ、ポルスキーラジオ、言い方合ってるかなでのインタビューで、このショパンコンクールの審査員のお一人、クシュシュトク・ヤブホンスキー先生がお話しされた内容の一部をこれから申し上げます。これ全部で6分ほどのポッドキャストなんですが、今日は全部だと長いですので大変僭越ながらいくつか私の抜粋で引用をさせていただきます。で、これ聞くとね、まだコンクールやってる最中なのにこんなこと言っちゃうのと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、この内容はコンクールというものにね、常について回る、そんなご意見でもあるのかもしれません。読み上げさせていただきますね。10月12日に放送された内容なので、タイミング的にはね、コンクールの二次予選開催中の出来事、新着ほやほやのインタビューですね。私はまだ本当のポロネーズを聞いていません。ポロネーズに似ている瞬間が一つ二つあったかもしれません。確かにそうです。これは実際に競争で悪化する状況です。そしてこれは競争の問題だけでなく、すべての音楽教育と今日のクラシック音楽の世界で起こっているすべての問題です。なぜなら私たちにはインターネットと YouTube があるからです。人はそこへ行き、知らないいくつかのパターンをコピーします。彼らは音楽を勉強しない、読まない、分析しない、十分に学ばない。彼らはすぐに有名になりたい。すべてを近道で達成したい。だから彼らはまた他の誰かの間違いを繰り返す。知らない音楽を流すことはできないし、うまく演奏できない。それはすべて偽物になります。大きな問題の一つはテキスト、これは楽譜のことでしょうね、に従ってプレイしないことです。すべてが印象的で、すべてが観客のためです。私たちは飛び足、これ何でしょうね、足踏みとかペダルを上から叩いたりとか踏みつけるようなことでしょうかね。大きな呼吸、歌、さまざまな変な顔、これは顔のいろいろな表情のことですかね、を観察します。それは音楽とは何の関係もありません。ステージでよく見られる爆発的なエゴは最大の印象を与えます。謙虚さと知識の欠如は歪みにつながり、比較的最悪の作品が観客から最大の拍手を受けることもあります。今日多くのピアニストはこれらのことを練習し、楽器で演劇を練習しています。目を閉じても何も聞こえない。目を開けるとたくさん見えます。もちろん審査員として詳細を話すことはできませんが、私たちは非常に美しい作品を聴きました。私たちは非常に美しいショパンを聴きましたが、彼は観客から大きな拍手を受けるに値しませんでした。なぜならそれは退屈であり売れないからです。以上、現在行われているショパン国際ピアノコンクールの審査員のお一人、クシュシュトフ・ヤブオンスキー先生へのインタビューからの抜粋でした。私自身これを聞いて背筋が伸びる思いがいたしました。ヤブオンスキー先生は日本にもたびたびいらっしゃってね、リサイタルされていらっしゃったり、あとはマスタークラスされていらっしゃいますよね。前回のショパンコンクール、前回はコロナで間隔がずれて4年前なので2021年でしたよね。この時のあるインタビューにも非常に今と似たような内容で答えていらっしゃいます。これも概要欄にリンクを貼っておきましょう。はい、では最後にコンテスタントさん、出場者さんの演奏についてのお話ですね。演奏については誰が良かったとか個人的なことは今回申し上げないことといたします。理由は大きく3つです。まず1つ目はコンテスタントさん方の今日までの道のりを想像すると、私が何を言っても言葉は軽すぎてしまうからです。舞台に立つことの大変さ、詳細は控えますが、その一つ一つを想像すると、
言葉は何も出てきません。そうでなくても音楽を言葉で語るにはあまりにも足りなすぎますよね。2つ目の理由は、私が全ての出場者さんの演奏を聴いていないからです。本大会出場の84名の方の中で、確か私は4分の1以下、もうそれよりずっと下かな、10人も聞いていないんじゃないかなといったところですのでね、何かもし言うのであれば全員拝聴してから言いたいという気持ちです。それから3つ目は、やはりその場で生の音で演奏を聴いていないからです。私はこのコンクールを YouTube のライブ、それからアーカイブを含めた配信で聴いていますが、これがね、現地で実際に響いている音、音楽とはやはりいろいろな意味で大きく違うと思うんです。実際に全然違うといった声を現地で聞いた方からも耳にしています。奏者の違いはもちろんですが、その方々が選ぶピアノの違い、配信を聞く時のデバイス環境、どんなスマホやタブレットやパソコンで、あるいはどんなイヤホンで聞いているのか、また聞く人によっても聞こえ方、聞き方は違うと思いますし、さらには体や精神の状態、調子によってもこれってきっと変わりますよね。そんな意味で聞こえ方というのには総じて変化があると思いますので、今日は私は演奏について個人的な意見は申し上げないということにさせていただきます。そもそもまだ結果が出ていませんし、あとは何より審査員でもありませんのでね、もちろん感想などね、言論は自由だと思っていますが、あくまで私はのお話です。ただし、それではね、ちょっと YouTube の動画的にちょっとつまんないと思うので、一つだけ一次予選、ファーストステージで数名だけリアルタイムで聴けた方がいたんですが、本当に数名ね、繰り返しますが10人も合計で聴けていないです。でもその中で素敵だなと強く思った方がお二方いらっしゃいました。みんな素敵なのは大前提ですよ。で、そのお二方とも一次予選を通り、それから二次を通過し、三次に今進まれていらっしゃるということで、今引き続き応援させていただいていますし、楽しみにもしています。お二人ともね、恥ずかしながら今回初めて私演奏を聞いた方でした。では最後にちょっと意外だったお話をして今日は終わろうと思いますが、私これまで日本でね、このショパンコンクールの配信20年弱は聞いてきたんですが、日本だと配信ってリアルタイムだと夕方5時から深夜4時頃にかけて聞くことになるんですよね。で、その度にね、時差のないヨーロッパはいいなぁと思っていたんです。でもね、実際ここオーストリアに私来てみて、よし今年は時差なしリアルタイムでショパコンが聴けると意気込んでいたんです。ところがいざ始まると、演奏ってこっちのね、だいたい午前10時から終わりは21時とかそれぐらいの時間ですよね。その時間って、普通に仕事してたりお家のことがあって腰を据えて聴くって難しいんです。そう、日本にいた時の方が私が夜型人間、本来そうだというのもあるんですが、夜な夜なゆっくりじっくり配信を聞けていたなぁと、そう、ないものねだりだったということですよね。リアルタイム配信に関して言うなら、私は日本からの方が聞きやすかったということがありました。はい、今日は断片的にですが、私ができる範囲でショパン国際ピアノコンクールについてお話をさせていただきました。グッドボタン、コメント、大変励みになります。いつも喜んでお待ちしています。これからもクラシック音楽の本場ヨーロッパ、オーストリアから演奏にまつわる情報やアドバイス、演奏、それから現地の様子などをお届けしてまいります。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。